まなず上の照明は昼間のように明るいのに、なぜか急にそわそわして早くこの場所から離れたくなる、そんな感覚を味わったことはないでしょうか。ついさっきまでに賑やかだったはずの空間からふと気づくと話し声がほとんど聞こえなくなっている。明るいのにどこか心細く、早く出口へ向かわなければと焦ってしまう。岩観光察ラジオへようこそ。週末のショッピングモールや大型スーパー、その中にある広大なフードコートは本来は食事と会話を楽しむための場所です。休日の昼間であればそこは無数の人間の声と活気であふれ返っています。家族連れの笑い声や学生グループの絶え間ないおしゃべり、小さな子供が走り回る足音、あちこちの店舗から漂ってくるハンバーガーやフライドポテトやラーメンの匂い、そして出来上がりを知らせるプラスチックの呼び出しベルの機械的な振動音、それらすべての情報が混ざり合い、空間全体が巨大な会話のベールに包まれています。人が密集している時間帯には私たちはそのベールの中で安心感を得ています。周りの音にかき消されて自分の話し声や物音は誰にも聞かれない、どれだけ長居しても目立たないという匿名性に守られているからです。しかし夜が深まり閉店の時間が少しずつ近づいてくると、その景色はゆっくりと別の顔を見せ始めます。客の数がまばらになり、いくつものテーブルが空席へと変わっていく。隣に座っていたグループが席を立ち、紙コップやトレーを持って返却口へ向かう。その人たちが視界から消えると、空間を包んでいた会話のベールが一枚また一枚と剥がれ落ちていきます。全体の話し声が薄くなっていくにつれて、私たちはある変化に気づかされます。人間の声が薄れた空間には無音が訪れるわけではないということで、むしろ普段は意識することのなかった別の音がはっきりと耳につき始めるのです。例えば天井の奥から響いてくる空調のゴーという低い重低音、あるいは白く光る巨大な蛍光灯が発する G という微細な電気ノイズ、誰かが立ち上がると気になる椅子が床をこする重い音、返却口でプラスチックのトレーが重なる乾いた音、飲みかけの氷が残った紙コップがゴミ箱の底へ落ちていく音、それらの音が話し声がまばらになった広すぎる空間に妙にクリアに反響し始めます。人が密集していた時には会話のざわめきに吸収されていた物理的な音が急に空間の主役として輪郭を持ち始める。なぜ私たちはその音の反響を聞くと少しだけ落ち着かなくなるのでしょうか。ここで不思議なのは、私たちは本当ならすぐに席を立てるはずだということです。食べ終わったトレーを返して荷物を持ってそのまま出口へ向かえばいい。誰かに止められているわけでもなく、まだ閉店まで少し時間がある。出口の場所も分かっている。危ないことが起きているわけでもない。それなのになぜか立ち上がるタイミングを少しだけ失ってしまうことがあります。スマホの画面をなんとなく見直したり、飲み物の氷だけが残った紙コップを意味もなく揺らしてみたり、もう食べ終わっているのにテーブルの上のレシートを指でそっと動かしてみたりする。その小さな動作の一つ一つが妙に目立って感じられるのです。さっきまでは同じように座っている人が周りにたくさんいました。誰かが席を立っても、誰かが笑っても、誰かがトレーを落としても、それは大きなざわめきの中にすぐに溶けていきました。けれど閉店間際になると、自分の小さな動きだけが空間にそのまま置かれてしまうように感じます。レジ袋を持ち上げる音、椅子の足が床をこする音、スマホをテーブルに置く小さな音、
上着の袖が擦れる音、どれも本当はほとんど気にする必要のない音です。それでも周りの会話が薄くなるほど、その音は自分の存在を知らせる合図のように少しだけ大きく聞こえてしまう。この瞬間、フードコートはただの食事場所ではなくなります。けれど本当に落ち着かないのは、その場所が静かになったことではありません。むしろ人の声が薄れていくほど、この建物がまだ動き続けていることにはっきり気づいてしまうことです。空調は止まらず、冷蔵ケースは低くうなり続け、照明は何事もなかったように白い光を落とし続けている。そこには誰かの会話も、誰かの笑い声も、誰かを待つ気配もほとんどありません。それなのに空間だけは明日の営業に向けて淡々と整えられていく。その無言の流れに気づいた時、私たちは少しだけ自分のいる時間がずれてしまったように感じます。さっきまでここは人が食べるための場所でした。でも今はもう人が楽しむための場所ではなく、人が少なくなった後も動き続ける大きな設備の一部に戻りつつある。その切り替わりを自分の耳だけが先に聞いてしまう。空調の低い音も、蛍光灯の細いノイズも、遠くで重なるトレイの音も、ただの生活音のはずなのに、なぜかその奥に自分の知らない時間がずっと続いているように感じられるのです。閉店後もこの場所は完全に眠るわけではありません。誰も座っていない椅子の上に光が落ち、誰も注文しないカウンターの奥で機械が動き、誰の会話もない広い床を清掃の音だけがゆっくり横切っていく。その光景を想像した瞬間、目の前のフードコートが少しだけ深く見えてきます。明るいのにそこが見えない。静かなのに終わっていない。人の気配が薄い方へ向かっているのに、空間だけはまだ働き続けている。だから私たちはただ寂しいのではなく、説明しにくい深さを感じてしまうのかもしれません。そこは自分が今どこにいて、もうどれくらいここに座っていて、この後どこへ戻らなければならないのかを静かに思い出させてくる場所になるのです。そして視線を上げると、さっきまで気にならなかった空席の多さに気づきます。トレイだけが残されたテーブル、少し斜めにずれた椅子、誰かが使った後の紙ナプキン、床に落ちた細いストローの袋、それらは人がいた証拠なのに、人そのものはもうそこにいない。賑やかさの跡だけが残っているからこそ、余計に空間の空白が目立ってしまうのです。ここで私たちは閉店間際のフードコートにある違和感のもう一つの正体に近づきます。それは静けさそのものではありません。むしろついさっきまで確かにあったにぎわいがまだテーブルや椅子や匂いの中に残っているのに、そこから人の声だけが先に抜け落ちていることです。だからこの場所は完全に静かな場所よりも少しだけ落ち着かないのかもしれません。図書館のように最初から静かであることを前提にした場所なら、私たちはその静けさを受け入れられます。でもフードコートは違います。本来なら声があり、食べ物の匂いがあり、誰かが席を探し、誰かが注文を待ち、誰かが子供に水を渡している場所です。その前提を知っているからこそ、会話だけが薄れていく時間帯に私たちは奇妙な落差を感じてしまうのです。にぎわいが薄れた後も照明だけは変わらず明るい。テーブルも椅子も昼間と同じように並んでいる。看板もメニューもまだこちらを向いている。なのにそこに座っている自分だけが少し遅れてしまったように感じる。この小さな遅れの感覚が閉店間際のフードコートに漂う。
説明しにくい心細さを少しずつ強めていくのです。それは私たちがいるこの空間の基準が静かに変わってしまったからでもあります。昼間のフードコート、人間の声や動きが中心にある場所でした。しかし夜になり人が減っていくと、その中心は徐々に建物そのものへと移り変わります。巨大な換気扇が空気を吸い込む音、遠くの店舗で稼働し続ける冷蔵ケースのモーター音、ドリンクサーバーが氷を作るくぐもった音、それらは私たちがそこにいるかどうかにかかわらず、ただ機械的に繰り返される無機質な音です。人間の感情や会話とは無関係な一定のリズムで響く機械音、それが空間を支配し始めた時、私たちはふと気づかされるのです。この広くて明るい場所において自分だけが場違いに感じられてくるということに、時間がさらに進むと空間の静けさはより一層深まっていきます。遠くの店舗で今日の営業を終えたシャッターが半分だけ下ろされる、その重い金属の音がガシャンと広く反響します。まだ数人の客が残っているにもかかわらず、空間の半分はすでに明日の準備を始めている。そのちぐはぐな状況が私たちの体感覚を少しずつ狂わせていきます。制服を着た清掃スタッフが空いたテーブルから順に黙々と床を拭いていく。濡れたモップがタイルをこする規則的な音、ゴミ箱の蓋が開けられ、新しいビニール袋がバサッと引き抜かれる音、清掃用のカートが金属的な音を立てて転がっていく。誰もこちらを直接見てはいないのに、ただ機械音と清掃の音だけが広すぎる空間に響き続けている。自分が手元の氷をカラッとと揺らす音すらも周りに聞かれているような気がして、無意識に息を潜めたくなる感覚、それは明るさの中で自分だけが目立ってしまうような落ち着かなさです。まだ頭上の照明は昼間と変わらず真っ白に輝いています。それなのにその白い人工光の中で自分だけがこの空間にポツンと浮き上がってしまったような心細さ。安全なはずの場所なのに、ここにはもう長くいたくないと感じる。早くこの椅子から立ち上がって出口へ向かわなければいけないと焦る。ただそこに残っているのは人のぬくもりではなく、空間の機能だけになったという生々しい変化が私たちに説明しにくい不安をもたらすのです。まだ明るい客席に少しだけ残っていると、窓ガラスに自分の姿がはっきりと映っていることに気づきます。外はすでに夜の暗さに包まれており、室内だけが不自然なほど明るく照らされているため、ガラスはまるで巨大な鏡のように店内の様子を映し出します。そこに映るのは大量の空席ときれいに拭き上げられたテーブル、整然と並べられた椅子、そしてその中に一人だけ座っている自分です。自分の足音や呼吸すらも静まり返ったフードコートではノイズのように感じられてしまう。だからこそ私たちは手元のレジ袋をそっとまとめたり、上着を羽織る時の絹ずれの音に気を使ったりして、ここから離れる準備を始めてしまうのです。そして決定的な瞬間が訪れます。少しだけ緊張感の漂う空間に閉店を知らせるアナウンスが流れるのです。女性の機械的で丁寧な声が本日の営業終了を告げる。それは楽しかった今日の時間が完全に薄れてしまい、いつもの日常へ戻るまでの距離を急に意識させられる瞬間です。残りのシャッターが次々と下ろされる音、店舗の中の明かりが順番に消えていく様子、まだ自分が座っている客席の周りだけが白々しく照らされている。その白い光の中で明日のために片付けられていく椅子やテーブル、それらを見つめていると急に現実が引き戻されてきます。
ここから出口までの数メートルが少しだけ長く感じられる。暗い駐車場や駅まで歩いていくこと、帰り道の運転やナビの到着予想時刻、電車に揺られる時間、そして明日の仕事や学校の予定、それらが一気に頭の中へ流れ込んできて、見えない圧迫感となって押し寄せてきます。空間の明るさと迫ってくる日常の重さが自分の居場所を少しずつ狭めていくような感覚。休日や仕事終わりの自由な時間はこのフードコートのにぎわいとともにありました。しかしシャッターが降りる音を聞き、清掃のモップの音を耳にした瞬間、私たちはいつもの日常へ強く引き戻されてしまうのです。なぜ閉店間際のフードコートはこれほどまでに私たちをそわそわさせるのでしょうか。それはこの空間の目的が切り替わる境界線に私たちが少し遅れて立っているからです。人がたくさんいて会話があふれている時、ここは間違いなく食事を楽しむための場所でした。人間のための場所でした。しかし人の流れが薄くなり、空調音や清掃音だけが残った時、ここは翌日のために維持管理される場所へと急激にその姿を変えるのです。私たちが落ち着かなくなるのは、空間の目的が人間を喜ばせることから離れて、ただの巨大な箱を維持するための作業へ移行していく過程を見ているからです。その無機質な変化を、空調のノイズや椅子を引く音、プラスチックのトレイが重なる音を通して体全体で受け止めているのです。明るいのに安心できないのは、その光がすでに私たちをもてなすためではなく、空間を管理し清掃するための光に変わってしまっているからです。楽しかった時間の余韻が薄れ、現実の重さと帰り道の遠さが押し寄せる。この違和感に名前をつけるなら、日常に戻される片付けの音なのかもしれません。あるいは人の流れが薄れた明るさなのかもしれません。次にあなたが閉店間際のフードコートを通り抜けることがあったら、少しだけ立ち止まって耳を澄ませてみてください。椅子を引く音や空調の低い響き、返却口の音や遠くで下ろされるシャッターの音が今までとは少し違って聞こえるはずです。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。